1日1回とかね2日に1回とかこう餌をバッバッバッってあげようとすると、もういらないって言ってんだろうがみたいな嫌われてしまうことがあります。好きな女の子にはちょっかいを出したい、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの嫌がる飼い主の行動5選お話ししたいと思います。どうもね、ちょっかい出してでも絡みたい、うまく絡み方がわからないからちょっかいになっちゃう、でも話したい、関わりたいみたいなね、ありますよね。一度もうまくいったことがありません、それでボールパイソンもですね、飼い主にされると嬉しいこと、そして、嫌なこといろいろあるんですけど、今日はね、嫌がること、これするとちょっと嫌われちゃうよってことを5つお話ししたいなと思います。まず1つはね、触りすぎ。もうね、僕らはみんな心の中にね、小学校2年生の男子を飼育していますから、その気持ちわかる。好きな子がいて触りたい、ちょっかいを出したい、その気持ちはわかるんですけど、本来何かに触られて喜ぶ生き物ではないので、もう慣れたみたいなことは個体によってはねあるかもしれないので、はいはい、もうなんか触ってもはいはいはいみたいな特別な稀な子もいるかもしれませんけれども、基本的には犬とかみたいに触って喜んでくれる生き物ではないので、触らせていただく、ちょっとだけ触れさせていただくみたいな温度感でタッチをね捉えてあげるといいんじゃないかなと思います。今日も帰ってきました、なんとかちゃん今日もねこんなことだったの聞いてみたいな、ほんなら毎日やってたらね、やだなこの人って思われてしまうと思うので、モニモニすることをハンドリングって言うんですけど、ハンドリングしすぎないであげるといいかなと思います。ボールパイソンに嫌われてしまう飼い主の行動その2は餌あげすぎ。1週間に1回多くても食べればいい生き物なので、もうねいらないって言ってるのにこうはいはいはいってこう無理にね、もっと早く大きくなってね、どんどん大きくなってねって言って1日1回とかね2日に1回とかこう餌をバッバッバッってあげようとすると、もういらないって言ってんだろうがみたいなモードに入って、嫌われてしまうことがあります。飼ってる側としては、しかも大体ベビーっていうちっちゃい頃から飼われる方が多いので、もうどんどん大きくなってね、いっぱい食べる君が好きみたいなこうぐいぐい行きたくなるんですけども、それはねボールパイソンの心にもそして体にも良くないです。いっぱい食べれば食べるだけ大きくなるかっていうと、適正なスピードとか量とかがあるので、食べれば食べるだけ成長するかって言ったら肥満になるだけだったりしますから、あんまり餌をあげすぎないようにしてほしいなと思います。ボールパイソンに嫌がられてしまう飼い主の行動その3つ目は匂い強すぎ。ボールパイソンはですね、匂いで今自分がどこにいるのか、自分の周りには何があるのかとか、これは食べれるのか、俺の餌なのかみたいなのを判断しているので、あんまり飼い主の匂いが強いとその感覚器官が鈍っちゃうんですね。ローランドという人がね、もう香水は男性でもマナですと言っていましたけれども、香水ムンムンでさ餌をあげようとしてもこっちの匂いに敏感になりすぎちゃうので、餌があるかどうかわからない。でそれは多分香水だけとかじゃなくて他の匂いとかもそうなんですけど、他の動物の匂いがするとか、家中がタバコ臭いとか、なんかそういうのがこう続くと心が安定しない。で心が安定しないと体も安定しなくなっていってしまうので、あんまりねこう匂いの強いものを周りに置いたりとか、匂いの強い生き方をしない方が良いかなと思います。ボールパイソンに嫌われてしまう飼い主の行動その4は浮気しすぎですね。浮気とはあれです。こういろんな生き物を飼っちゃう、いろんな生き物が好きみたいなのがこう過度になりすぎると、さっきの匂いの話も通じますけれども、いろんな生き物の匂いがあったりするとボールパイソンの心の安定からはね少し真逆の行動になってしまうかなと思います。ヘビなので食物連鎖のピラミッドでいうと、上の方だとは思うんです。強い方の生き物だと思うので、例えばこれがもうなんかネズミとかだともっと顕著に現れたりしますけれども、ラットも飼育してるから分かるんですけど、ラットってねいろんな種類のネズミがいるけど、あんまり強いネズミがいると弱い方のネズミは怯えちゃったりするので、ヘビだと食物連鎖だと上の方だとは思うんですけど、それでもやっぱり自分の周りにいろんな生き物の匂いがすると、自分の周りにはいろんな動物がいていろんな危険があるかもしれないということで、くるくるっとね心をボールのようにしてしまうこともあるので、いろんな生き物が好きっていう気持ちはすごくよくわかるんですけど、ボールパイソンの様子を見ながらちょっとこれ飼いすぎかな、浮気しすぎかな、いろいろ抱えすぎかなってなったら、気をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。ベストはボールパイソンだけなんでしょうけれども、ボールパイソンしか飼ってませんみたいな僕みたいな人ってあんまりいないので、あんまり広げすぎないであげるといいかなと、優しいかなとは思います。ボールパイソンに嫌われてしまう飼い主の行動その5番目は放置しすぎ。人間でも同じですよね。あんまり構ってもらえなくてもあれだけど、放置しすぎもねちょっとボールパイソンにとって危なかったりします。例えばなんか1ヶ月ぐらい餌あげるの忘れてたとか、
1週間に1回ぐらいで十分だっていうから、だいたい毎日のルーティンに組み込んでるわけじゃないので、気がついた時にあげてます。あ、でも気がついたら1ヶ月前だったとか、家を出る時にエアコン切っちゃったとか、部屋の中がね汚れていても全然気にならない僕は、だからボールパイソンも大丈夫でしょうみたいな、構ってほしい生き物では元来ないんですけど、でもねあんまりアンテナを向けなさすぎると衛生環境とか栄養状態とかっていうのが自分のね頭の中から落ちちゃったりするので、構いすぎないのは大事なんですけど、生き物を飼育しているわけですから、自分の中のねアンテナをいつもボールパイソンに向けてあげて、ご飯は適切であるかとか、温度は適切であるかとか、なんかついうっかりみたいなのにならないぐらいのことをいつも心がけてあげるといいんじゃないかなと思います。生き物としては非常に飼いやすい種類だと思うので、そんなにたくさんいつもっていうことはしなくていいんですけれども、触りすぎない、食べさせすぎない、強い匂いを出しすぎない、他の生き物とストレスになるぐらい混在させない、忘れすぎないあたりはしっかり覚えておいてあげると、ボールパイソンとのね良い人生、ヘビ生を共に生きることができるんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビに嫌われてしまう飼い主の行動5つお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。